せていただきます。私は歌舞伎の研究者ですので、歌舞伎役者としての方面からということで、沢村四郎五郎につきまして、とりわけ今日のフィルムをご覧いただく上での、ご参考にという、小松先生の前座でございます。18年前になりますけれども、尾上松之助に関しまして、やはりこういうイベントがまさにここで行われまして、その時も私が先にしゃべりまして、あとが小松先生、さらにその時は富田さんということでございました。ですので、その時と代を揃えまして、歌舞伎役者としての沢村四郎五郎というふうにいたしました。ということで、歌舞伎役者としての沢村四郎五郎というタイトルで、20分ほどお付き合いをいただきます。5代目でございます、沢村四郎五郎。明治10年生まれでございまして、中村座の、東京の中村座の、表方の頭の子というのは、つまり、表方というのは裏方じゃなくて、表へ出てお客様のお相手をする係ですね。でそれの、トップの子供ということで、まさに芝居の中に生まれたわけですけれども、中村福次という名前で明治21年初舞台、これ初舞台の年限その他諸説あります。多分後で小松先生のビデオレクチャー別な年度が出てくると思います。中村福助という人、この人は2代目中村梅玉という名前に後になりますが、その人の門下として、舞台を踏んだ、それは確かなんです。でその後ですね、7代目沢村俊という人、後でこの2人詳しくご説明申し上げますが、の門下となりまして、俊の次男の沢村宗之助につけというふうに言われて、その、宗之助付きになります。でそこで沢村国之助という名前を名乗って名題昇進いたしまして、大正3年10月に帝国劇場で5代目の沢村四郎五郎を襲名いたします。でそれ以前からフィルムは撮ってるんですが、大正5年頃から、四郎五郎という名前も出して本格的に映画界に進出し、大正13年に、映画から舞台へ再び転身するということになります。沢村四郎五郎という名前は、もちろんこの左に見えてますのが四郎五郎その人ですけれども、実は江戸時代に遡る名跡でございまして、古今俳優似顔大全と申しますのは、幕末に出まして、こんな役者はこんな顔に描くんですよという似顔百科事典のようなものなんですけれども、左上に2代目、その下に3代目の沢村四郎五郎の、似顔が出ております。ですので、江戸時代から連なる、それなりに由緒のある、これは名跡を5代目として継いだということになります。当時の俳優メーカーの類にもいろいろと、出ております。現代俳優鏡、大正7年には、俳名、俳句を読む時の名前ということで、写幕という名前が出ております。崇拝は日蓮上人だそうでございますが、これは2代目梅玉もそうだったと思います。おさめし芸ということで、修行は、舞踊を若柳流、それから義太夫歌と清本をやったと。この辺りはちょっと江戸らしいかもしれませんが、世間で推奨する役というのがありまして、坪坂の沢市、それから高田馬場の安兵衛、これは、沢村俊の大変な当たり役でございます。それから玄谷棚の与三郎、これはフィルムに最初に撮った役だそうですし、慶安太平記の丸橋中也、これも立ち回りが中心となる役。テルトラ配膳のテルトラという、これがちょっと珍しい義太夫ものでございますが、などなどが一応、ご本人の、自己申告として世間が推奨するように上がってますが、身の丈、5尺5寸3分、体重が、15巻目の200目というふうにございまして、167センチ57キロと、当時としてはやや大きめでも中肉中背という感じで、嫌いなものはウドとユリとインゲン、あと虫が一般に嫌いというふうな申告が出ておりますが、インゲンって何って感じがしますけどね。他の、メーカーにもいろいろと出ております。特に特記して付け加えることはないようにも思いますが、やはりここでも、ですね、キラレヨサ、それから、堀部安兵衛などが当たり役として挙げられております。師匠の最初の師匠である2代目中村梅玉という人は、この人はですね、関西の大建物でございます。関西を制覇しました初代鴈治郎の当たり役として、初代鴈治郎の先輩として君臨する人でありますから、関西で大変偉い人で、大歌舞伎といいますか、超一流の歌舞伎の中のさらにとっても偉い人
沢村俊志の方はですね、猛友とあだ名を取りました東京小芝居の、英雄でございました。ですので、正直申しまして、大阪の師匠とそれから東京の師匠で歌舞伎ヒエラルキーとしてはややちょっと下がるんですが、ただこの俊志の息子はですね、沢村宗之助という人で、この人は若い女方として大変嘱望された人でございました。30代で亡くなってしまうので、残念ながらそこでキャリアが止まってしまったのですけれども、忘れ方の3人の息子が映画に大変関係ありまして、2代目の沢村正之助、これ写真の一番左ですが、東映映画などによく出てまいります。3回に2回は悪役で、1回ぐらい時たまいい役でという丸顔の正之助と、次男が伊藤祐之助、皆様ご承知の椿三十郎にも出てまいります。乗った人より今は丸顔という伊藤祐之助ですね。で三男は私も歌舞伎の舞台で拝見しましたが、沢村正之助と、昭和の終わりまで活躍していらした方でいらっしゃいました。でこの沢村正之助というのが、女方を中心として、立役もやらないわけではないけれども、その他にですね、近代劇ですね、当時勃興しました新劇運動にも、実は協力をいたしまして、2代目市川左團次の自由劇場の、常連でございました。そのためにですね、この宗之助につけと言われました沢村国之助もですね、実は自由劇場の舞台に出ている。第3回自由劇場夜の宿、これは英訳本を元にしましたので夜の宿なんですけど、後に一般化します名称はどん底でございます。ですからどん底の日本初演に出てるですね。これは自由劇場の公演の中でも大変評判の良かった回でありますけれども、この中に出ている。これは有楽座での出演ですけれども、先ほど申しましたように帝国劇場で白五郎を襲名しております。これが大正3年10月、その帝劇のパンフレットですけれども、石橋山という芝居の中で、国之助改め白五郎ということで、配役部分をちょっと拡大してみましたのが赤枠で囲いましたものですけど、後ろから3行目、左から3行目に、大場三郎景親の役で、国之助改め白五郎という名前が出ております。帝国劇場、今と同じ場所にあるんですけども、これでございますからね、大歌舞伎といいますか、当時東京、歌舞伎座と争う第一の劇場でございます。市川歌右衛門の師匠、市川右團次、その先代、お父さんの先代右團次が市川斎人と申しましたが、市川斎人が初めて明治40年代に、帝国劇場出まして、えらい劇場ができましたなと、まるでね、お仏壇の中で芝居しているようです言うたんですけども、ぐらいのですね、デコレーションあふれる、日本で初めての本格的な西洋式劇場、つまり1階から3階まで全て椅子席という劇場は帝劇を最初といたしまして、その帝劇に、それなりにしょっちゅう出ていたのがこの国之助でございました。で当時歌舞伎と申しましてもですね、一色ではございませんで、実はいろいろございます。これ江戸時代からの、極めて図式的な回想図ですけれども、江戸はつまり大芝居と呼ばれる三都の芝居がありまして、その下にですね、旅芝居ないし小芝居と呼ばれる膨大な裾野があり、そのさらに下に村芝居、これはプロじゃないですね、が、あったわけであります。これが近代に入りまして、さまざまな形に大芝居と呼ばれたものが、今いうとこの歌舞伎であります。その中間層はですね、新派の影響を受けた現代劇でありましたり、新国劇の影響を受けた剣劇であったり、さらに小芝居の流れがいろんなところにぐるぐるへめぐりまして、さまざまな混沌を引き出し、村芝居の方は地芝居、農村歌舞伎という名称で現在も実は日本全国に残っておりますけれども、これらがですね、これもやや図式化して申しますと、小芝居、旅芝居の流れというのは何になったかというとですね、私は映画とそれから大衆演劇というものに姿を変えていっただろうというふうに理解をしております。映画と申しましても、もちろん基本的には時代劇映画ですけど。ですので、そういうようなヒエラルキーの中で、沢村白五郎は実は大芝居の中にいた人であります。
対しまして、例えば尾上松之助は、この人は小芝居といいますか、旅芝居の中にいた人でありまして、山陽道から四国あたりを中心として、旅から旅へという生活を送っていた人であります。ですから、歌舞伎の中の、ヒエラルキーといいましょうか、当時のですけれども、でも申しますとですね、沢村四郎五郎の方が圧倒的にこれは、上を行く、ただし、大芝居の中の脇役ですね。で、松之助の方は旅芝居の中の主役座頭ですね。ですので、そのあたり、じゃあ2人が同じ違う土俵で競ったらどうなるかというのが、これまた微妙なところですね。大変翻訳しにくい例えで申し訳ありませんけど、つまりその、荒川戸で毎週やっている野球のエースで4番が松之助でですね、甲子園には1回か2回出たけども、1回戦で負けちゃったけどねっていうベンチにいたのが沢村四郎五郎という感じの例えでございます。ですから、実際に野球試合したらどっちがどうというのはなかなかこれは一概には言い難いというところでありますが、じゃあもう一つ、四郎五郎がそのまま大芝居で歌舞伎を続けていたらどれぐらいのスターになったかというと、それもなかなか難しいところです。申しますのは、主役を張る場合もあるのですね。ただ主役を張る場合は、これは宮古新聞に劇評が出ておりまして、宮戸座と蓬莱座と。蓬莱座の中でかなりいい役をやっている化け猫芝居でありましたり、あるいは松平長七郎ですとか、その他の役を高田馬場の中塚夕飯をやってたりするんですけれども、蓬莱座というのはやはり、格から言うと小芝居の、ところです。ですから、大芝居の脇役で育って、だけども主役を張るということで出ることになると、小芝居のトップになるというぐらいというのが、沢村四郎五郎の、おそらく位置づけであったかということになります。しかしながら、宮古新聞に名前が挙げられて劇評が出るというのは、全歌舞伎役者の中から言いますと、やはりそれはかなり上の方でありまして、尾上松之助のですね、例えば山陽道での芝居の劇評などというものが、宮古新聞に載ったりするというようなことは、これは金輪際ありえないわけでありまして、それぐらいに2人の歌舞伎役者としての出の違いというのはあるということになります。でその四郎五郎が、いよいよ陣頭に現れた沢村四郎五郎という記事が書かれましたのが、1916年のことであります。口絵にもこうして、左南寺一座から来ました市川円十郎と、それから、沢村四郎五郎とがこう並んで、載っております。沢村四郎五郎の、ブロマイドといいますか、絵はがきの類ですね、こうしていくつかお目にかけますが、これは、松竹に移ってからの1921年の宮本武蔵と思われます。松之助みたいに顔が見えないんですけども、右から2番目が四郎五郎だと思われますけれども、あるいは忍術侠客切り隠れ祭事という聞いたことのあるような名前の人ですけども、というもう一つはその忍術侠客って何するんだろうか、いろいろと知りたいことはたくさんありますけれども、この右から2人目の前髪がおそらくその西次郎です。これがですね、悪者になんか騙されたんでしょうね。この乗れと言って刀を抜こうとするところを、足でにょいとこう塚頭を押さえて、これは吉根千本桜の絵紙の本太がよく見せる形でございますけれども、この前髪立ちの西次郎がおそらく、そのうち、忍術侠客になるんでありましょう。こういうような場面がいくつかございます。でこれアップがあまりなくてですね、こうした引いたショットばかりの、どうしても絵柄が多いんですけれども、尾上松之助もですね、引きの画面が、ないわけではなくてですね、尾上松之助の絵はがきの中から、やはり引きの画面を探してみれば、やはりこういうふうに、どれが松之助、これかというような感じのものは、実はあります。でただですね、やはりこういうことは多分四郎五郎はやらないし、やれと教わっても来なかっただろうなという感じがいたします。物量とそれからこう何て言いましょうかね、効果に任せたこういう非常に思い切った大衆的な演出というものからは四郎五郎はやや遠いかったのではないかなというふうに思われますけれども、四郎五郎もそれから松之助もということで、これはだいぶ後の昭和7年になってからですけれども、長谷川慎が映画時代という雑誌の中で発生時代物映画という、陶器になってからの話をしております。
でそこで白五郎円十郎が関東の役者にてありしこともわきまえぬにはあらざれども、何といっても尾上松之助は圧倒して至る大には義理がちょっと挟めなく候と。つまり白五郎円十郎が関東の役者だということは分かっているけれども、やはり時代劇映画、急劇映画に関しては尾上松之助という大きさというものがやはり抜きがたくあるのは、何といっても免れがたい。それと撮影所が上方であるため、時代物を仕立てた人物がまた上方の芝居道の人であったために、上方風は地を掘り下げた打ち込みし杭のごとく誠に老といたし、今日の時代物映画のいずれを見ても上方風にならざるはなくと。つまり上方の小芝居風である尾上松之助のテイストと、あまり変わらないと言わざるを得ないかもしれないところが見受けられるのではないかというのが長谷川慎の言うところでした。長谷川慎が割とこれを自説として何度か繰り返しています。なので、今日お配りのこのハンドアウトの中にですね、フィルモグラフィーの小6というのが出ておりますけれども、これらを、残念ながらフィルムがほとんど失われているわけですけれども、題名だけを見る限りにおきましてはですね、松之助とこれは全然違う傾向のものをやってるぞというものはなかなか見出しにくいというのが、少なくとも題名から見たところではないかというふうに思われます。沢村白五郎に関しましては、この柴田正さんという方の沢村白五郎の記録、映画と実演、昭和55年に出ました小冊子、これが大変に素晴らしい記録でして、これが本当にもう白五郎研究のための金字塔と申し上げてもよろしいかと思うんですね。でこの中に映画、そしてこの小冊子はですね、驚く中で映画を抜いてからの白五郎の足跡をずっと抑えて、そしてそれを活字にしてくださっております。白五郎が映画を抜くのはこの1924年10月に、これやはり宮古新聞がまた記事にしてくれます。白五郎の芝居という神田劇場に現れて10年ぶりに舞台の芝居をしている沢村白五郎の議決、この写真がそうなんですけども、これ坂本龍馬を演じているんだそうでございますけれども、この辺りやや新しいですというか、松之助時代にあまりないような演目かなとも思いますけれども、沢村白五郎がその後芝居に戻ってからどんな演目をやったかというと、かつて帝国劇場でやっていたお芝居のような演目よりも、やはり映画の中で体験した演目、映画の中の演目を芝居にしたといったような傾向の方が強いのではないかなと。それはやはり全国を巡演して、沢村白五郎が来ましたよというには、やはりその方がビラも効いたのではないかなというふうに思われます。白五郎が亡くなりますのは、昭和7年でございまして、8月27日に心臓麻痺で突如亡くなられて56歳というふうに、これはキネマ旬報の記事でございますけれども、実は、映画から芝居に戻ってほどなくですね、実は読売新聞の記事によりますと、煙毒のためにちょっと療養しているといった記事が出ております。煙毒と申しますのは、かつてのお白いには鉛の成分が入っております。それが例えば楽屋風呂などに入りまして、悶々と煙の中にその成分が粘膜をはじめとする弱いところから体の中に入っていって、中枢神経を侵していくという、昔の役者にはどうしてもつきものの病ですけれども、煙毒にどうもある程度かかったという記事が実はございます。フィルムセンター、こちら国立映画アーカイブにはですね、沢村白五郎に関するさまざまな資料がございますが、とりわけですね、この、実演になりましてからの資料が豊富に残っております。これはですね、よろず狂言控え帳とあるんですけども、実態は控え帳なんです。さすが江戸っ子。それでですね、この控え帳にですね、この昭和4年からのどこの劇場でどのようなメンバーで何を出したかということが大変几帳面に記されております。時間の関係もありますので全部お目にかけませんが、このレベルでずっと書かれております。のみならずですね、こちらその他にもですね、日記帳あるいは記録の類がたくさん残っております。芝居日記、
と書きましたもの、それから、第1回、第2回巡業日記と記しましたもの、あるいは共同日記と記しましたもの、一部は映画時代をと重なってますので、撮影所に行ったということに関する、記事、あるいは記録が残っておりますけれども、あまり余計なことがお書きにならない、大体朝何を食べて、朝飯を食べて、それで駅へ行って、そこから次の場所へ移動したと。朝飯を食べて撮影所に行った、終わって帰ってきて、いうぐらいの、やや事務的な記事が多いのですけれども、それにしてもですね、撮影所はともかくもその巡業に関しましては、どこへどういうふうな、メンバーで行って何をやったかというこの記録はですね、これ他の媒体によってこの記録を求めようということはなかなか難しい。沢村四郎五郎のような全国に名を知られたクラスの方のこうしたその順延に、あるいは順延の記録というものはですね、私の知るところでは、岐阜県に一つやはり有名、当時それなりに地方では有名だった役者さんの、記録が膨大に残ってるんですけれども、おそらくそれぐらいでして、非常にこれはやはり貴重なものだということになりまして、これはご遺族が残しておかれたものをこの国立映画会部にお納めになられたもう志に本当に感謝するほかはなくてですね、これからさらにそういった実演の方面でも四郎五郎は研究を待つだろうなというふうに思います。この後小松先生のビデオレクチャーがあるんですけども、小松先生どれぐらいあるのか数知れないご秘蔵のフィルムの中からですね、3つぐらい実はビデオレターじゃないかな、ビデオレクチャーの中で見せてくださいます。ちょっと先に見せていただいたのでご案内しておきますと、天竺徳兵衛1916年のものがちょっとだけ映ります。これは当時の急劇もしくは時代劇映画としてはほんまかいな大丈夫かいなというようなですね、実はビジュアルが出てまいります。洋服着ている人が出てくるんですが、ただですね、実は帝国劇場で、四郎五郎襲名の前の月に上演されました恵比寿院の新作には開示刺激天竺徳兵衛という、これ表紙が右のものですけど、これ洋服なんですよね。ですから、そういったものは実は歌舞伎の方にもありますよですとか、めぐみの喧嘩を見せてくださいます。それからあともう一つ、ほんの一瞬ですけど、次は多分曽我物語、曽我兄弟のお母さんが、兄弟五郎と十郎にそれぞれ子育てを与える場面だと思います。曽我物語は1919年のものとしてこの、ハンドアウトのフィルモグラフィーの中に載っております。ただ、めぐみの喧嘩はこれには載ってないんですね。めぐみの喧嘩は先ほど挙げました柴田勝さんの交渉の中に1921年というふうに出ております。ですから映画の方もですね、四郎五郎は、何をやっていたのかということをこれからますますちゃんと調べなくてはいけないと、いうことでもあり、そして、映画を抜いてからの実演でどんなことをやったのか、そしてどこをどんなふうに回っていたのかということに関する、研究というものをこれからどんどんやらなくてはいけないということで、沢村四郎五郎はその映画と歌舞伎と映画と、そしてその後の実演、全国を巡演する旅芝居の役者としてですね、を貫く一つの棒としてですね、非常に重要な存在であるということを改めて認識する次第でございます。ですけれども、残念ながらコンプリートで残っているフィルムが極めて少ないということで、今日はですね、その五郎正宗をこうして録覧付きでご覧いただける大変貴重な機会ですので、どうぞ皆様でですね、沢村四郎五郎の役者としての演技者としての魅力というものを皆様それぞれにどうぞフィルムの中に再発見していただきたいというふうに思っております。ちょっと時間超過いたしまして、私のお話はそこまでということにさせていただきます。お付き合いいただきましてありがとうございます。